今日から3泊4日で、ハイエースで車中泊の旅に行きます。で、今日は、のんびり夫婦とワンコの、テーマ通り、ワンコも連れて行きます。で、新しく、ハイエースですけども、キャンピング仕様に、しました、DIY を使いました。それのことについては後ほど説明をします。で、今日のテーマは、それがうまくいくのかというのと、あと、このロナがおとなしくしているかどうかのことがテーマとなります。初めての3泊4日、これが成功すれば、引き続き、1週間、1月と旅に出たいと思います。では、行ってきます。じゃあ、この鳴き声が課題です。どうして何が要求なの？何をしたいの？バイク、こんにちは。こんにちは。今の、あれだ、BMW の GS シリーズで、まあ、バイクの王様だわな。バイクの王様。バイクの王様。BM が王様なの？ BMW の、あれ、GS、1250とか1300出てんだよね。今1300出てんだよね。あの辺のやつってなんかバイクの王様のような気がしない？そんなことない？国産じゃなくて外国車がなんか存在感っていうのがさ、すごい思わない？それ言うならハーレーだとそうじゃん。いや、ハーレーはどうかな。だって BM1250 好きな人は好きじゃん。威圧感みたいなのない？でもハーレーだってドンとしてさ。ハーレーだってのツアラみたいなやつでしょ？バイクの王様とやっぱり自分がタイガーを乗るのは王様じゃないんだよな。王様、みんなに寄りついた王様っていうのはみんながこう好きなんだから安心感があって大体王兵になったりするんだよな。その2番手でちょっと何かが足りないっていう。でも BM すごい乗りやすいっていうね。そう、乗りやすいんだよ。軽い位置って乗りやすいっていう。あれはエンジンが低くて、水平対向って言って、ピストンが、大体上に直立が上にこうなってるんですけども、動いていて背が高くなってるんですけども、これを水平にすることによってエンジンを低くして、で重心を低くしてるんだよな。だから乗りやすい。だから40歳の時にもうハーレー乗ろうって思って、40歳の記念にもお方取ってもうハーレーしかないと思ってハーレー乗ったから。教習所で取れるようになって、すぐだよね。教習所で取れないこの大型に価値があると思って、俺は大学を午前中休んで何回か落ちて限定解除というものを、だから教習所で取れないからそこだったんだよね。絶対私なんか無理だと思ったんです。だから教習所ができたからでも当時の限定解除ってのはすごく難しくて、5回落ちて6回目で受かってるんだけども、もうほとんどの人が落ちるんで、最初のところでスタートをしてさ、でその時さ、坂道発進するんだけど、名前を言わされるんだけども、でそこの交差点で帰ってくださいって言って、まずはコースを朝早く行ってコースを覚えて、そのコースっていうのはその時じゃなくて発表されないんだけど、そうね、3つぐらいかな覚えてコースを歩いたりなんかして、それでやっと自分の順番が回ってきて、はい、帰ってくださいって。でもね、それで大型取れた人がさ、やっぱり誇らしい大型乗りって。間のミッキーちゃんはいいね。置いとけば静かになるし。こんな耳元で大きな声でさ、なんて言ったらないだろう。ソメイヨシノだし、その前は河津桜、昨日は山桜で、いいじゃん。今日は桜井目指す。目的地は左側です。お疲れ様でした。はい。わざわざ由比に来て食べるしらすです。わざわざ由比に来て
けわざわざ海に来てマグロとシラスです。マジモのそうです。でも多分美味しいんだよね。はい、いただきます。うん。来て初めて知った。これはどうやって食べたの？これかけた？うん。かけるのがいいかな。お腹いっぱいになると力つく。まあいいや、生しらす頼んだからね。また来てね。生桜、生桜エビ。うん。しますね。これが桜エビです。食べる。桜エビです。桜エビです。いや、本当そう。これが、どうやってこれをわさびをわさびがついてるのかな。わさびなんだろうね。大企業行ってみたかったなっていう気持ちはあるんですよ。だからその人間生。そうだから。転勤してみたかった。美味しい。全国的に。生。美味しい。NHK とかいいな。でもなんか。ごめんなさい。まあそれはそれで。美味しい。桜エビってでかいね。結構。桜エビのかき揚げです。大野さんよりも私さん。塩を振って食べます。でも大野さんもあ、もうかけすぎやん。美味しい。ごちそうさまでした。しらす丼でした。じゃあ古城駅まで40分の道のりです。みんなおとなしくしといてね、散歩行ったんだからね。ね。さあ、さっきの道を右かな、左かな。大井川のこの辺りは年一来てるかな。年一来てるかな。ちゃんとまあバイク、もちろんバイク含めてまあほとんどバイク。あなたが骨を追っかけてきたようなもんでね。骨をってことはね、私とママが今日ここまで来たね。キャンプ場で待ち合わせしたね。あれ黄色いバイクだったな、確かなんか本当に大井川線大好きだからさ、本当に電車で来たい。ルナはおとなしくなりました。あ、年一緒なんだ。もうルナってわかるのかな。昔ね、モグラたたきゲームっていうのがあってね、こうやってひょこって出るやつをね、叩くんです。ただね、違うところにね、ひょこって出てくる子供を一緒に頼む。で、叩いてもキリがないから、ね、対処しても次々課題が出てくることを物語のようだと断る側にもなったんですね。ね。寝た？でもその時はいいよ嫌いで。聞こえてんのか？聞こえてないよな。いや、平日は全然バスも車もバイクも。やっぱりこれがね、退職者の特権ですね。退職者のね、今頃職場では頑張って働いてんだろう。いろんなところで問題を起こしてる職員に対処してる管理職がいるんだろう。川根本町に入りました。川根本町にいたらもうお茶畑やこのように一瞬ですね。大井川、すごいね。広大だよ。広大だね。箱根半地が馬でもすぐ重ねる大井川。箱根は越えられるけど、大井そう、川は。大井川はこれがいい。とにかくね、大井川はね、幅が広いよね。実は馬が渡れなかったわけじゃないんです。本当の理由は広いんだよ。幕府のルールと自然の脅威にありました。そうだよね。橋がないのでお金を払って川越し人足というプロに運んでもらうしかありませんでした。
水の量が少ない日なら馬も高いお金を払えば一緒に渡れたのです。つまりこの言葉箱根八里は馬でも2日は馬の能力の話ではなく、箱根の参道よりも足止めされる大井川の方が厄介だよといった意味です。ローで行かなくちゃ。いけるでしょ。お、これがいけなかったら怒る。下行けない。これでもいいんだけど。ここに坂があるから。これがついてる。お、おいた。いけるもらいました。お、いったいった。お、これは限界か。限界か。限界か。これは、お、これだ。周りに家も車道もないのになぜこんな場所に駅があるのでしょうか。実は1990年長島ダムの建設で昔の線路がダムの底に水没することになり、この高い位置に新しい陸橋と駅が作られました。もともとは路線を維持するための駅でしたが、今では観光スポットとして大人気です。今日は川根本町の道の駅に泊まります。今回新たに出前をしたのは、ほぼ完成形でいいんじゃないかなと思います。まず一つはこの家具をこうしました。ここにはこの面と一緒になるように冷蔵庫を用意しました。これで飲めます。それで下の段には電子レンジを入れました。そしてここに IH クッキングヒーターですけども、これを置いて、
で出せるようにしています。使うときは机の上で行います。でここが机で食べるところになります。先ほどの桜エビのものをここに置いています。そしてポタ電がここにあります。でここは収納のものを作りました。で、合板で安い合板で作ってますのでこうなってます。でこれはこの前やったものにサイズを合わせて、そして手前には滑り止めをつけています。でここも手前には滑り止めをつけて、この奥になってまして、ポタ電はこの板で押さえています。こういうように作りました。でここで夜を過ごしたいと思います。天井は以前よりこうなってます。あともう一つ DIY ありました。この網戸が新しくなっています。ちょっと隙間が空いてるから虫が入るかなと思いますが、こんなような感じです。エンドウを買ってきましたので、これから入れます。それをつまみにして飲みますけども、ごめんね。さっきお水いっぱいやったでしょ。いいですね。でポタ電1個ですけども、持つかな。あとの面倒は任して。どうもお疲れ様でした。はい、通しましたので入れます。マヨネーズでちょっと硬いかな。でも美味しいです。これではざるでジャッとやればいいんだけど、一つずつ揚げて完成としましょう。初めての電子レンジ、いくでしょうか。これがあれば熱効率ってやつですね。エンドいました。反省会です。反省会ですって。今日は、反省会というか、今日は思想という形で試しにね、車中泊で行くとどんな感じかって言って、でこれの課題とかを洗い出して改善をしていきたいと思ってるんですけども、トナがうるさかったんだけどもっていうところと、やっぱり車はバイクと違ってやっぱりゆっくりだっていうことで、バイクだったら 2,3 箇所こう巡れてたんだけども、車だと何箇所というそれに制限があるっていうことかな。消えた。これね、これドアの連動してるから。そうだね。結構ゆっくりめだよね。バイクだとビュンビュン飛ばしていろんなとこ回れるけど。次へ行くよね。今日は本当に行きたいところがもう一箇所あったけど、明日に回しました。時間がね、なくてね。俺はロナをブラシをかけてくればよかったなというふうに思っていて、そのジャック・ラッセル・テリアだけども老犬なんだけど毛がよけ抜けるんでね、もう運転席とかそのもう毛が舞ってるっていうところかな。あとは冷蔵庫、電子レンジ、ポタ電、IH、それは全てうまくいきました。そうだね、ご飯も買えたし、こんな感じでご飯いいよね。夕ご飯はね。こんぐらいだったらばどこでも旅に出れますので、来月、再来月あたりから日本一周かな。どうですか。ね、ロナがね、今日はね、ワンワンもなかったじゃん。クンクンはあったけど。でちょっと怒ると静かになってくれたし、犬にとってはね、わけわからないからね、これは不安とかあるんだろうね。不安があるんだろうと思うんだよな。1時間に1回ね、休憩して外でストレスを発散させて、そういうことでこの試しの車中泊キャンプ1日目終了です。終了です。スイッチオフ。